くの海からこんにちは。東雲はつりです。最近はつりは散財 TV 直島さんの動画にハマってるんですけど、ミニ ITX サイズの自作 PC をよくされてるんですよね。最近は自作 PC 代行なんかもされていて、ここでもちょいちょいミニ ITX のマシンを作ってらっしゃいます。はつりも昔は自作 PC にハマっていた時期があって、でも最近は家のいろんなところで作業するので、ノートパソコンしか使わなくなってしまいました。でもミニ ITX のパソコンって組んだことがないんですよね。おしゃれで可愛い小さいケースはだいたいミニ ITX なので、一回ミニ ITX の PC を作ってみたいんですけど、でも買ったけど乗らないバイクや車を盆栽って呼んだりしますけど、まさに盆栽 PC にしてしまいそうです。せや、どうせ盆栽 PC を組むんやったら、盆栽力を上げて鑑賞に足る盆栽 PC に仕上げてしまえばええねん。というわけでですね、今回は盆栽力の高い PC を組むことにしました。完全水冷 PC も一度組んでみたいと思っていたので、今回は箱庭を楽しめる水槽 PC を作っていこうと思います。まずは水槽のフレームを作っていきます。フレームを切って、底板を切って、本当はフレームレスで作りたいんですけど、パカッと割れて家の中が水浸しになったら最悪ですからね、頑丈に作っていきます。フレームが完成しました。普段このチャンネルの工作ではやらないんですけど、溶接したところをきれいに削ってガンブルー液で黒染めしていきます。この黒染めは鉄の酸化皮膜なので錆止めになるらしいです。こういう風にゴシゴシっとこすっていくと、見てください。だんだん黒くなってきましたね。いい感じに染められました。フレームが完成したので、アクリルを買いに行きましょう。水槽コーナーでアクリルの水槽が売ってれば、それを分解してリサイズするのが安くなりそうなんですけど、ありませんでした。どれもガラスばっかりですね。しかもめちゃくちゃ安い。でもガラスは加工しにくいですからね。あとは虫かごを利用すると一番安いんですけど、いや、質感を大事にしてアクリルを買いましょう。傷がつきにくい一番高い 6H のアクリルを買うことにしました。本当は単体でたゆみにくい 5mm 厚が欲しかったんですけど、19,000円するのでひよって 3mm にしました。3mm でもこのサイズだと11,000円もします。いやー、アクリルを加工していきます。電のこで丁寧に切ります。もし失敗するとバッキバキに割れて弾け飛びます。よし過去最高に綺麗に切れましたよ。アクリルを貼る前に水冷用の継ぎ手をカチッとはめられるようにヤスリがけをしていきます。ここがカチッとはまれば水冷のチューブの継ぎ手がしっかり固定できて、水漏れのリスクを減らすことができます。よし、めっちゃいい感じにできました。いよいよコーキングでアクリルを貼っていきます。水漏れなく貼れるんでしょうか。見た目はいい感じになりましたね。水槽が固まるまでの間にウォーターポンプとエアーポンプ、メルカリで買ったエイトムのベアボーンを加工していきます。分解してみた感じ、なんとかこの4センチウォーターブロックをここにくっつければうまくいきそうです。配線の目処が立ったので、次は箱庭の準備です。アクリルの上にコーキングで器を作って、ここに庭を作ることにします。次に水槽に PC をどうやってくっつけるかですけど、めんどくさいのでベアボーンのケースをそのまま背負わせることにしました。いい感じでマウントできそうです。今回は必要ありませんけど、下には ATX 電源をつけられるようにしました。何回か水漏れを直して水槽がついに完成しました。
ウォーターポンプがうるさくないように水槽の中に入れています。ウォーターブロックはスピーディープリンターでマウンターを作りました。ポンプちゃんと動きますね。上には液晶をはめられるようにしました。水槽が完成したので、オーバークロック耐性の高い魚、37度でも生きられるドクターフィッシュちゃんをお迎えしました。思ったより可愛いですね。っていうか、コンビニの新商品を探してはしごするくらいの難易度でドクターフィッシュ変えたのやばくないですか？久しぶりに首都圏の凄さを感じましたね。上は京都の庭園をイメージしてテラリウムと枯山水を置いてみようと思ったんですけど、よく考えたらこれ川があったら枯山水じゃないし、水浸しで枯れてないし、これは大失敗です。すぐにリベンジしました。全体的に青々としてるし、小川もよう流れとる。いい感じじゃないですか？真ん中の池の穴から餌をやることもできます。ちなみにモニターを外したらテラリウムをバックに水冷 PC がドーンとくるようにデザインしてます。これはこれでいいですね。3D プリンターで作ったウォーターブロックのマウンターは8M レベルの熱じゃ溶けちゃうことはなさそうで安心しました。ちなみに上のモニターを外しても下にもつけられるように作りました。ポンプが思ったよりでかかったのでえらいことになってますけど、壁紙がアクアリウムなだけでかなりアクアリウム感出ましたね。これはお得です。もちろん壁紙は変えられるので世界観が広がりますね。今回は直島さんに影響されてミニ ITX の自作 PC を作りたくなったけど、どうせ盆栽 PC にしてしまうので、盆栽力の高い水冷 PC を作りました。本当はめちゃくちゃハイスペックにして37度の温泉を作ってドクターフィッシュにピーリングしてもらいたかったんですけど、ちょっと盆栽 PC のスペックをモリモリにする勇気と予算がありませんでした。そこでなんですけど、スペックモリモリで PC を代行で作ってくれる YouTuber さんとか VTuber さんがもしいれば、このチャンネルの宣伝料としてこの PC ケースを誰かにあげちゃってもいいかなって考えてます。あげる方の使うパーツにあるように全然改造とかもしますので、手のかかるものに人一倍魅力を感じたり、最悪うまく動かなくっても面白がることもできる懐のでかい方はぜひご連絡ください。今回面白かったでしょうか？面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。